NEC と聞くと、通信機器、パソコン、顔認証、宇宙まで姿が分かれます。けれど真は一つ。情報と通信で社会を支える会社です。今日はその見えにくい輪郭を昔話のようにたどります。始まりは1899年、岩垂邦彦らがウェスタンエレクトリックとともに日本電機を設立しました。電話の時代の幕開けです。近代化する日本に通信の種がまかれた場面です。岩垂邦彦は海外の技術を学び、日本の現場へ根付かせようとした人物です。NEC の原点には世界と日本をつなぐ視点がありました。輸入と国産化の間に立つ人の物語でもあります。創業期の NEC が向き合ったのは電話を確実につなぐ仕事です。機械だけでなく品質と保守まで含めた信頼が必要でした。この信頼の考え方は後のシステム事業にも残ります。関東大震災のような災害は通信の大切さを浮かび上がらせます。NEC の歴史は社会基盤をどう戻すかという問いとも重なります。便利さより先につながる安心が求められたのです。1928年、NE 式写真伝送装置は遠くの写真を早く新聞社へ届けました。情報を遠くへ運ぶ力が社会を変え始めます。画像を送る技術は今のデータ通信の遠い入り口でもあります。戦後の NEC は品質管理にも力を入れました。社会インフラに近い会社では壊れにくさと手順の確かさがそのまま信用になります。地味な品質の積み重ねが NEC らしい土台になります。1950年代、NEC はコンピューターへ進みます。通信で運ぶ情報を今度は処理する会社にもなっていきました。ここで通信の会社は情報処理の会社にもなります。1964年の東京オリンピックでは国際衛星テレビ中継にも技術が関わりました。通信は国境を越える道になります。日本の技術が世界の画面へ届いた象徴です。1977年、NEC はコンピューターと通信を結ぶ C&C の思想を掲げます。今のネット社会を先取りする発想でした。計算する箱を社会の網へつなげる発想でした。1982年、PC98 が登場します。社会インフラの会社でありながら、個人の机にも記憶を残したのが NEC でした。ただし今の NEC を見るとき、PC だけに引っ張られすぎてはいけません。かつて NEC は半導体でも大きな存在でした。しかし競争は変わります。強い事業でも時代に合わせて組み替える必要がありました。事業を抱え続けるだけでは会社は変われません。2013年、NEC は社会価値創造型企業への変革を掲げます。公共、金融、通信、安全、社会を動かす仕組みが中心になります。ここから見えない社会基盤の会社という色が濃くなります。生体認証は NEC の強みの一つです。ただし顔認証は便利さだけで語れません。安全、プライバシー、公平性が問われます。強い技術ほど使い方への眼差しが欠かせません。NEC の社会インフラは宇宙や海底にも伸びています。衛星、海底ケーブル、通信網、見えない道が社会を支えます。暮らしの画面の裏側で長い通信の道が働いています。今の NEC は IT サービスと社会インフラの2本柱で見ると分かりやすい会社です。どちらも止まると影響が大きい仕事です。派手さより止められない仕事の多さが特徴です。2026年3月期、売上収益は3兆5827億円。営業利益は3599億円。利益率の改善が見どころです。売上の大きさだけでなく、稼ぐ力の変化を見ます。長平が帳簿を開きます。NEC は昔のパソコン会社だけではありません。IT サービス、社会インフラ、AI と安全をなべてみます。昔の印象と今の稼ぎ方を分けてみることが大切です。IT サービスは2026年3月期に売上2兆5089億円、調整後営業利益3367億円でした。収益性が焦点です。公共や企業のデジタル化がここを押し上げています。ブルーステラーはデータ AI 業務改革をつなぐ成長モデルです。名前ではなく
顧客の仕事を変えられるかが問われます。看板ではなく、現場の変化に落ちるかが勝負です。社会インフラも重要です。通信、航空宇宙、防衛、海底ケーブル。国や社会の安全に近い領域で需要と責任が重なります。成長機会である一方、失敗できない重さもあります。2026年5月、NEC は中期経営計画2030を公表しました。AI の社会実装と包括的セキュリティが中心テーマです。AI を研究で終わらせず、社会で使える形にする計画です。2027年3月期の会社予想は、売上3兆5000億円、ヒヤープ営業利益4200億円。もちろん予想であり、保証ではありません。予想を見るときは、前提とリスクも一緒に見ます。一つ目の鍵は、IT サービスの利益率です。大型システムほど難しく、案件選別、生産性、実行力が結果を左右します。利益率は会社の変化が数字に出る場所です。二つ目の鍵は、ブルーステラーの本物度です。AI とデータが顧客の成果と NEC の利益の両方につながるかを見ます。ここが伸びれば NEC の見え方も変わります。三つ目の鍵は社会インフラ需要です。技術力だけでなく、納期、品質、採算を守る力が必要になります。需要の強さと案件の難しさを同時に見る必要があります。四つ目の鍵は買収と統合です。会社を買うことより文化と技術と顧客を一つの力にすることの方が難しいのです。統合が進むほど買収は数字以上の意味を持ちます。五つ目の鍵は人材と文化です。AI もサイバーセキュリティも最後に動かすのは人です。変化に強い組織が問われます。見えにくい資産ですが、競争力の中心です。リスクの一つ目は大型案件です。見積もりのズレ、遅延、品質問題は利益だけでなく信用も傷つけます。社会に近い案件ほど失敗の影響も大きくなります。二つ目はセキュリティと倫理です。顔認証や AI は便利であるほど、プライバシーと公平性への責任も重くなります。安全を扱う会社だからこそ、透明性も問われます。三つ目は技術変化です。AI、クラウド、通信、セキュリティは早く動きます。自社技術と外部技術の組み合わせがいります。早い変化に合わせる力が次の成長を左右します。四つ目はグローバル競争です。IT サービスにも社会インフラにも世界の強い相手がいます。勝つ場所を選ぶ力が必要です。国内の信頼だけでは世界市場では足りません。五つ目は政策と地政学です。防衛、通信、サイバー、海底ケーブルは国際情勢や規制の影響を受けます。成長領域ほど外部環境を読み切れない面があります。今日の鍵1、NEC は電話の時代に生まれました。人と人をつなぐ仕事が今の AI や安全の仕事にもつながっています。原点を知ると現在の仕事も一本の線で見えてきます。今日の鍵に NEC は計算する力とつながる力を結びました。今は AI ネットワーク、安全をどう一つにするかが問われます。C&C の発想は今も形を変えて生きています。今日の鍵3、NEC は社会インフラ企業です。成長性だけでなく、品質、倫理、責任の重さまで見る必要があります。信頼を積み上げる力が事業そのものになります。徴兵は帳簿を閉じます。NEC を見る鍵は、技術を社会へ入れる力と、その責任を引き受ける覚悟にあります。技術の強さと責任の重さは、同じ帳簿に載っています。明治の電話、コンピューター、PC、宇宙、海底ケーブル、顔認証、AI、姿は変わっても、社会をつなぐ問いは続きます。名前は変わっても、つなぐ会社という軸は残ります。次回は、検索、ニュース、生活アプリの街を作る会社、LINEヤフーの物語へ進みます。また次の一章でお会いしましょう。同じ情報産業でも、今度は生活の画面に近い物語です。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録で次の日本株式会社物語もお楽しみください。